みんな、こんにちはなのだ。今日のずんだニュースの時間なのだ。今日はアフリカの核に位置するソマリアに注目していくのだ。ソマリアって思った人もいるかもしれないのだ。でも、実はソマリアってキリスト誕生の贈り物としても有名な高級アロマ、フランキンセンスの世界最大の産地なのだ。みんなが癒されるあの聖なる香りの多くがソマリアから来てるらしいのだ。知らなかったのだ。今日はそんなソマリアに関するニュースを全部で3つお届けするのだ。中でも特に注目なのが2つ目のニュースなのだ。ソマリア大統領、タンザニア大統領の再選を称賛。ソマリア、タンザニア関係の一層の強化を誓うという記事なのだ。国際的な友好関係のニュースかと思いきや、実はちょっと波乱含みの選挙の裏側も垣間見える、見逃せない内容になっているのだ。この動画が良いなと思ったら、高評価とチャンネル登録もよろしくなのだ。それでは早速、一緒に見ていくのだ。皆さん、今回はアフリカ大陸の東端、アフリカの核に位置するソマリアをご紹介するのだ。首都は活気ある港町モガディシュで、美しいインド洋に面している国なのだ。かつて長年の内戦で困難な時代を経験したけれど、今は連邦共和制のもと、国の安定と復興に力を入れている最中なのだ。人口はおよそ1700万人。多くの人がイスラム文化を大切にしているのだ。主要産業は牧畜業と漁業で、遊牧生活を送る人々も少なくないのだ。伝統的な詩や音楽もソマリアの豊かな文化を彩っているのだ。以前は海賊問題が注目された時期もあったけれど、近年は大きく減少しているのだ。教育やインフラの整備など、未来へ向けた発展が期待されている国なのだ。一つ目のニュースなのだ。プントランド、治安強化のためガローウェに新任警察官300人を配備という記事なのだ。プントランドは治安を良くするために新しい警察官300人をガローウェに送ったのだ。最近犯罪が増えていたから、これで街がもっと安全になるのだ。この警察官さんたちは大学や高校を卒業した若い人たちで、約1年間も厳しい訓練を頑張ったのだ。彼らはガローウェのあちこちの警察署に配属されて、しばらくはお休みなしで働くことになっているのだ。プントランドは彼らのために新しい車や武器、施設も用意したのだよ。警察をプロフェッショナルにするためなのだ。デニ大統領も知識と倫理を持った警察がみんなのためにプントランドの街を守るのが目標なのだと言っていたのだ。これまでは一部の警察関係者が悪いことをしていたり、お酒の問題があったりして治安が悪くなることもあったから反省しているのだ。それからアラブ首長国連邦 UAE もプントランドの警察改革をお金や物資で助けているみたいなのだ。最近はガローウェで変な事件が時々あったりしたけど、警察の司令官さんも許可なく武器を持っている人は罰するって言っていたから、これからはもっと法と秩序が大切にされるのだ。みんなで協力して安心して暮らせる街にしていきたいのだ。二つ目のニュースなのだ。ソマリア大統領、サミア・スルフ氏の再選を称賛。ソマリア、タンザニア関係の一層の強化を誓うという記事なのだ。ソマリアのハッサン、シェイク、モハムド大統領はタンザニアのサミア・スルフ、ハッサン大統領の再選を心から祝福したのだ。サミア大統領のリーダーシップを高く評価し、ソマリアとタンザニアの協力関係をさらに強化していくと誓ったのだ。モハムド大統領は、サミア大統領の勝利はタンザニア国民の信頼の証しなのだ。ソマリアは兄弟のような絆を深め、地域の平和と繁栄のために尽力したいのだ、と声明で述べたのだ。サミア大統領は水曜日の選挙で 97.66% という圧倒的な得票率で再選を果たしたのだ。しかし、この選挙は主要な野党候補が立候補を禁じられたため、物議を醸したのだ。選挙当日には、
主要都市で厳しい警備が敷かれ、複数の場所で抗議活動が勃発したのだ。デモ隊は選挙ポスターを破ったり、政府の建物に放火したりして、警察と衝突したのだ。治安部隊は催涙ガスを使ったり、発砲して群衆を解散させたというのだ。さらに、ソーシャルメディアやモバイルインターネットへのアクセスも全国的に制限されたのだ。サミア大統領は、2021年に前任者の死を受けて就任した後、タンザニアで初めて再選を勝ち取った女性大統領となったのだ。3つ目のニュースなのだ。ソマリア大統領、エジプト大エジプト博物館開館式に世界の指導者らと出席という記事なのだ。ソマリアのハッサン、シェイク、モハムド大統領がエジプトの新しい大エジプト博物館の開会式に行ったのだ。この博物館は一つの文明に特化した考古学施設としてはなんと世界最大級なのだ。開会式はエジプトのシシ大統領によって行われ、79カ国もの代表団が出席したのだ。ギザのピラミッドを背景にした式典は本当に壮大だったのだ。モハムド大統領はソマリアとエジプトの歴史的な絆を強調して二国間関係をもっと強くする大切さを語るのだ。このすごい博物館、構想は1990年代からあったんだけど、2014年にシシ大統領がプロジェクトを大きく拡大したおかげで、人類史上最大級の博物館として完成したのだ。ギザのピラミッドからたった2キロの場所に立っていて、5階建てのガラスの壁からはピラミッドがバッチリ見えるのだ。中には10万点以上の貴重な遺物が収蔵されていて、ツタンカーメン王の宝物も全部見られるなんて、とってもすごいのだ。建設費は約10億ドルかかったそうで、日本の融資もたくさん活用されたのだ。これはもう、ぜひ行ってみたい博物館なのだ。今回はアフリカの核、ソマリアを紹介したのだ。長年の内戦を乗り越え、治安強化や国際協力に力を入れ、着実に復興への道を歩んでいるのだ。エジプトの博物館開館式参加のように、世界との交流も活発なのだ。これからも未来へ向かうソマリアに注目なのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。